面がなかなかぐるぐるしているのでちょっと反応が遅いかもしれません。わーい、なんかいっぱいニコニコマークありがとうございます。見えてますかね。ちょっと待ってね、自分で確認する術が見れているかな。あ、やっと来たかも。こんばんは、こんばんは。ちょっと人がもうちょっと来るまでちょっと確認軽く話しましょうか。こんばんは。結構遅延してるかもな。見えてます。ありがとうございます。聞こえてますね。多分大丈夫そうかな。ハグラムが見えてる。そう、今ハグラムをちょっとね映してた。あ、キングさんもこんにちは。いらっしゃい。こんばんは、こんばんは。ちょっと配信の遅延がね結構かかってて、最近 YouTube さんちょっと調子が悪そうなので、ちょっとね今日反応がちょっとコメントとのこのラグが多いので、ちょっとコメント欄の反応が遅くなるかもしれませんがご了承くださいませ。はい、深海魚さんもこんばんは。相変わらずちょっと咳込んでいるのでちょっと聞き苦しいところもあるかもしれませんが、ちょっとねすいません。こんばんは。やっていきましょうかね。今週のねそうだ、ちょっとマウスね、カーソルちょっと大きくする時間がなかった。設定する時間がなかった。ちょっと今日もちっちゃいかもしれないカーソルちょっとお許しをお許しください。結構遅延してるな。こんばんは、こんばんは。さてそろそろ話しましょうか。今週ねちょっとまず何からいく？内定キャラからいきますか。たまげものから見るか。たまげものから見ようかね。へい、たまげもの、これは1週目の2人でしょ。で、ちょっと待ってね、これ2週目の2人で、今週はドン、この2人すごい緩いな。今週はこのお2つでした。安らぎバスケットと木漏れ日じょうろ。これ見えてるかな。見えてるね。オッケーオッケー。どうですか今週。ちょっとなんかまさかのこの2人って感じだった。安らぎバスケットはモニカちゃんかな。で木漏れ日じょうろがピーノさんね。ピーノさんだねこれ。いや、ピーノさんのこのさじょうろ良くないですか。今カーソル見えてるかな。見えてるね。ちっちゃくて申し訳ないんですけど、これねピーノさんの前髪のこの目の隠れた具合をこのじょうろの切り返しみたいなやつで表現してるのすごい良いと思います。いいね。でここさ洋服の模様とかもねしっかり入っててすごいねいい。一瞬誰みたいな感じになったけど、この鼻でまずピーノさんってわかるじゃん。で目の色も一緒だし、ほんでって言ってピーノさんの画像をもう一回見に行ったらね、前髪こうやって隠してんじゃん、これじゃん、うまーって思ってね。あ、レムコさんもこんばんは。どうもどうも、バンバンさあ、今日もよろしくお願いします。やっていきますよ。今サブの画面で見て本赤でコメントします。ありがとうありがとうありがとう。目の隠し方ねいいよね本当に。いやこれおしゃれですよ。でモニカちゃんもモニカちゃんでさ、このねお花が花冠のねお花だよね確か。めちゃめちゃ可愛い。そしてちょっと太眉なのもねいい感じ。モニカちゃんこのマロ眉とまでいかないけどちょっとこの半月型の眉毛めっちゃ可愛い。
回はね前回準備をし損ねていたので、ちょっと待ってね、ちゃんと海外版の方もじゃん切り替わったかな。あ、ドゥービーさんいらっしゃい。トロフィーいただいた。イエーイイエーイ、こんばんは。これなんて呼ぶんだろう。ソーティングバスケットで、ピーノさんの方はリーフリーウォータリング缶キャンなのかな、缶なのかな。めっちゃ可愛いよね、名前が。あ、シロさんこんばんは。おかえりなさい。お、早い早い。間に合ったようで来てくれてありがとう。でもちょっと休憩もしてくださいね。ねえ、どっちもね素敵だよね。そう、ピーノさんは職がね、ライフが変わったんだよね。ほらここにさ、ちょっと待って、日本語版に戻そうか。はい、これね、元は魔法使いだったかな、オンラインの方で、リンク無印の時は探検とかなんかで戦ってたよね。魔法使いとかではなかった気がする、確か。でライフがオンラインで魔法使いになってたみたいな感じは見たんですけど、あ、やっぱそうなんだ、魔法使いだったんだね。で今回は農家さんにまさかの転職、ライフチェンジ。あ、弓か。そっかそっか。ピーノさんね、全然素で歩いてないから、ちょっとどう戦ってたかパッと出てこなくて、失礼。弓か。リプシロンさん、あ、こんばんは。リンクの時は探検、弓はレルナ。あ、本当にどっちだ。レルナが弓だったの覚えてるよ。あ、じゃあ探検か。ありがとう。そしてこんばんは。いらっしゃいいらっしゃい。どうかな、遅延追いついたかな。ちょっとさ、一回画面の再読み込みしてきてもいい？ちょっと待ってね。どうかな、これで追いついたかな、遅延。よしよし。3回転職してる。転職率高め、ピーノさん。ファンタジーライフ界の転職王かもしれんねえ。いやでもさ、ということはだよ、もしかしたら無印の時代かオンラインの時代でね、無印オンラインってずっとシリーズに出続けてきたキャラの中で、ね、ピーノさん以外にも誰かライフチェンジする可能性が、転職者がいるかもしれないね、ちょっと気になるねでも転職しそうな人ってなんか誰かいるかな、この中で。あんまり思い浮かばないけど。今回はモニカちゃんとピーノさんでリンク無印キャラだったよね。まあでもピーノさんオンラインにも、モニカちゃんもオンラインにもいたけども、次またオンラインのキャラがね、前回みたいに来るのかな、こんな感じで。無印オンライン、無印オンラインみたいな順番で来るのかもしれないね。エリックを送る、まさかのあれそうだな。っていうかさ、そのキャラクター自体がさ、 NPC の子たちがさ、ゲームの中で勝手にライフチェンジみたいなことにはなったりしないよね、さすがに。すごい調整大変そう。ちょっとめたいことを言うけど、騎士やってそう。なるほどね。エリックは騎士になっているかもしれない。まさか自分で旅に出て戦う王様に戻りますかね。じゃあ内定キャラのページを更新したので、これも見ていきましょうか。といっても今説明した通りで、前回から変わったのが、ここの確定はキャラ不明になってたところにピーノさんいたんだけど、それはこっちにお引っ越しでございますレルナちゃんはキービジュアルにイラストでいるだけだから、ちょっと今まだここの枠にいるんですけどモニカちゃんのたまげもの姿が出たから、ここを星様マークに更新したのと、
ピーノさんがどっちのまだキービジュアルでしかいないけど、どっちの姿もとりあえず出たし、たまげものが出るってことはもう確定ということで、内定ということで、こっちの枠にお引越ししました。ピーノさん、こんな感じでございます。ライブに追いつくと30秒遅らされちゃいますね。あ、そうなんだ。なんか今日ちょっとあれですね。申し訳ない。ちょっと反応に遅れてしまうかもしれないけれども、お許しください。そう、こんな感じです。これはまた後でX の今日の配信のお知らせポストの下にツリーでつなげておくので、また見たいなっていう人がいたらそっちでご確認くださいませ。ぜひぜひという感じですかね。たまげもの次は誰が来るかな。誰が来ると思う？やっぱオンラインのキャラかな。今回でもたまげものの姿がさ、一回も出てきてない子たちが来たね。最初のさ、この2人はもう立ち姿、人間の姿があったけど、あったし、ラウラちゃんはたまげものの姿もね、最初の頃に出てたけれども、アイザックさん今回初めて出てて、たまげものカタログでねほんでこの2人は初めまして、人の姿出てないたまげものの姿が出る出るパターンで、今回はなんか人型も一応出てた人、出てる人、たまげもの姿がなかった人々みたいな感じ。全然法則とかも特にない。バンバンはつけみさん、こんばんは。いらっしゃい。いらっしゃいいらっしゃい。今日ものんびりやっておりますよ。よかったらいろいろ考察やら要望やらなんか何でもいいからファンタジーライフの話をしていってくださいまし。ただそう、固定に書いてある通りちょっと注意事項があるので、まだ見てない人はちょっと固定に書いてある URL から飛んで、ちょっと注意事項だけ見てきてね。それだけ今日のお約束でございます。こんな感じかな。次誰来ると思う？パンクさん、たまげものだとウルフのぬいぐるみとかになりそう。そう、さパングさんね、これね、多分オオカミって書いてあるのが私のゲームショーの2024年のゲームショーの私有映像には私ちょっとね当時探せなくて載ってないんですけど、他のレベル 5CCC の人とか普通にプレスンでね受付して、私みたいにレベル5さんから映像をね、私有映像いただいている人たちの中にファンクさんっぽい狼のなんかが、たまげものが崖の上にいる映像はもうすでにね出ているので、多分これが狼っぽいんだけどファングさんっぽいのではみたいな感じにはなっておる。ブラックウルフ人形っていうの？ありがとうございます。ここ書いといていいかな。そう、ここね、なんか私まだ全然超大急ぎで作ってたからね、たまげものの名前をちゃんと見ずに、多分狼とか多分かぼちゃとかで書いてて申し訳ない。ブラックウルフ人形、ちょっと待ってね。ウルフ、文字数人形文字数がちっちゃくしちゃえ。そう、こういうねこういう対応もすぐできるようにフォーマット作ったからチャカーボもね、どっかで見たんだよな。チャカーボさんメモった気がする。ちょっと待って、それも直しておついでにごめんね、配信の前にやりなよって感じなんだけど。でも誰が来ると思いますか？次ちょっと予想を書いててくださいな、コメント欄に。コックパンプキン、そうや、コックパンプキンやコックパンプキン、これね、多分を消せば全部入るのでは？入るやん。こんなんでいいでしょう。
よしよし。でかかしの子はね、名前がね、そう、これもメモったんだった。すっかり忘れてたよ。ちょっと待って。もろこしかかしと言います。文字でか後で調整しよう、ちゃんと。です。こんな感じ。次はオンラインからか、それとも新キャラか。謎だね。あ、新キャラといえば、そうだね、新キャラっぽいのいたね。ファンタジーライフ通信の方に。そっちも見てみますか。じゃあこれは後で綺麗に整えて、またポストでつなげておきます。この内定キャラについては以上かな。なんかたまげもののこととかで話したいことはあるかね。お、青みさんいらっしゃい。注意事項を読んできました。いつも読んでくれてありがとう。優秀青みさん、こんばんは夕方ぶりでございます。どうもどうも。そう、じゃあ失礼。じゃあ FL 通信見ちゃいますかね。じゃん、これ2個目の方じゃん。ちょっと待ってね。じゃんじゃんじゃん。こっちが見せたいんだけどな。おや、映らんな。こうしてこうかな。あ、来た来た来た。失礼しました。あとはどんぐりコロンボトル。あ、全然知らないのがある。ちょ待って待って、全然知らないのがある。ちょっと待って。ありがとうございます。どんぐりコロンボトル、たおや囲いのぼりはあれだね、テレハちゃんかなって言われてる子か。ちょっとこっちに書いといていい？めっちゃありがとうございます。どんぐりコロン、よく見つけたね。すごいな。コロンボトルとテレハちゃんは真ん中に書いてあるから、とりあえずと、ほんわかフラワー、この2つに関して私どこでも見かけてないかも。ちなみにどこで見かけたんですか？イプシロンさんが実際に私有で見かけたのかな。私有してたおやか。いや、ありがとうございます。この2つは知らなかった。ありがとうありがとう。NPC が転職するとは。本当だねいや、なんかピーノさんまさかの転職でびっくりした。転職というよりはそもそもライフについてなかったんじゃない？あ、そうなのかな。オンラインの時に魔法使いみたいな感じだったらしいっていうのを見たんだけど、その時もなんか魔法使いじゃないけど、なんか魔法使えんでみたいな感じの特殊1位だったのかな。あ、人様の私有動画で。あ、そうなんだ。イプシロンさん、ちなみにゲームショーに私有は行けなかったんですか？ちょっと探してみよう。どんぐりは栗、フラワーはレルナ。あ、お花確かにレルナちゃんっぽい。そうだねピーノさんジョールだし、確かにあそこの2人はなんかそういう植物に関するものとかでつながってそうな気がする。ありがとうございます。とても貴重な情報をいただきました。ここら辺もね、なんか急にポンと出てきたらね、それはちょっと要チェックしておきましょう。ありがとうありがとう。こんなもんでしょうかね。あ、行ってないんだ。そっか、そうだったのか。いや、じゃあ遊べるのは製品版発売してからになっちゃうね。
そうか。いや、なかなか住んでる地域とかによってはね、行きづらいよね。ゲームショー人もいっぱいいるし。さて、じゃあ新キャラの話もちょろりと出たので、次は FL 通信について話していきましょうかね。あ、20名様こんばんは。今日もよろしくお願いします。全然初見さんとかでも好きにコメントをしていってください。ファンタジーライフのことであれば何でも楽しくお話ししていきましょう。で、これが今週最初のファンタジーライフ通信の画像かな。ちょっと待ってね。なんて書いてあったかな。文章はでっかい船の上で気分は船長いざ出航って書いてありますね。で、海外版の方はちょっと翻訳技能を使ってみた感じなんだけど、一日船長として巨大な船の舵を握りましょう。皆さんご乗車くださいって感じの文章ですね。これがさ、何の船なんじゃいっていう話がなんか話題に上がってたよね。あとこのお洋服ねこの洋服、あと2、3ヶ月後そうよ。あ、マーズさんこんばんは。どうもいらっしゃい。お邪魔します。ありがとうございます。ちょっとね、配信の遅延が結構かかってるので反応に遅れちゃうかもしれないんですけど、よかったら全然コメントしてってくださいな。そう、クルブルクのね船だろうねとは言われているよね私もそうだと思う。このさ船自体がさ、待ってね、補足でね用意してきたんですよ、画像をじゃーん。あちなみにこの左上とか、なんか被ってる文字が右上とかに書いてある文字は、これはこっちやんな。これはね、その PV の配信された日付ね。なんか9月25日のレベル5の PV の中から引っ張ってきた映像だよっていう意味だから、なんか見たかったらこの日付の PV のとこをなんかちょっと探してみてくださいな。そう、私がね初めこのファンタジーライフ通信を見た時にあれって思ったのが、この23年の3月9日の映像にあったここね、これこれがさ、ここの扉と階段がこの下、船の下の部分だと思って、そうここの部分ねで、これがゲームショーの直前くらいに出た PV の中の映像なんだけどこれがほらクルブルクの船って言われてるやつで、ここがさ、待って、移動しないでくれ待って移動しないでくれ。ちょっと待ってね、どこをいじった。これか。これとこれをこうして拡大化したかっただけなのに、ほらここがさ、ここの扉とかここの装飾とか、この歯車みたいになってる柵の部分とかがさ、これじゃんねだからこれは一応クルブルクの船だし、これがねもう去年どころじゃないよ、2年前くらいの映像の話だから、この船がこの当時このクルブルクの船とイコールの設定だったのかとかはちょっとね分かんないんだけど、一応これとこれは同じ船じゃないかなと思って見ている。そうこれに乗って結構いろんなところに行ったりするんですかね。どうなんだろう。今なんとなくさ、この辺が
最初のスタート地点の島のなのではって感じになってるじゃないですか、みんな予想的には。ここ船なのかな、わかんないんだけど全然なんか違うよとかこういうことじゃないかなとかあったら全然教えていただきたいんですけど、これに乗ってなんかどっかこういうとことか行けたりするのかなってちょっと思ったり、船で移動という可能性はあるのだろうか果たしてこっちとかに行くのかなと思ったんだけどさ、でもここなんか地続きっぽいよね道できてるしなみたいな。船の活用方法がちょっとよくわからん、不明なところはある。船に乗って移動ができるのかそうじゃないのかもちょっと気になるなと思っている。この船の中とかもさ、こう扉の中行けたりするのかなね。上もあって下もあって、でこれか、こっちのね甲板も結構広そうだしで着ぐるみちゃんもなんかスタンバってるしねみたいなあるし、この全体の船の全体図を見ても結構大きいよね。これで移動ができたらちょっと夢があるなと思う。 Good evening イエーイ、こんばんは、どうも。 NPC が乗ってたりするのかなね。乗っててさ、なんかちょっと話しに行ったりとかするんだろうけど、でもさ話しに行くだけだったらこのでかさちょっともったいなくない？どうなんだろうね。どういう役割があるのかはちょっと気になる。とっても高解像度な全体マップですね。多分ねこれ多分私が使ってるソフトのあれなんだと思う。画像自体はね公式ホームページから保存してきたやつなんだけどちょっとよく見えるのかもしれないズズズとズームになっても割と見えるかも。そうだからね、ちょっとこの見せ方にしてるんだけど、みんなにもいい感じに見えてるかな。よかったよかった。でほらここもさ、このなんかここに階段はしごもあるしさ、上とか行けるのかなとかさ、すごい気になるよね。このなんかそもそも何をするところなのみたいなのが気になっている。いいね。クルブルクの船でクルブルクみたいなとこに行けたりするのかな、ちょっと気になる。あとは用意してくるの忘れたこのお洋服さ、なんか結構着てるよね。これなんか色違い染色したっぽい感じの色合いだよね。画像を残してくるの忘れちゃった。なんかもともとここが青系の色と青系の靴と、これズボンの色がねなんか全然違う色なんだよねのバージョンもなんかどっかで見てて、そうこれ染色、これをね過去のさっきずらしたからずれてるちょっと待って、全体が見えてるこうじゃな、こうして失礼どこだったかな、ハッピーニューイヤーのこの辺、ほらこのこれハッピーニューイヤーの時に同じの着てて、で多分これがこっちちょっともうめちゃさすがに荒いけど、アラルバさんこんばんは。これ帽子かぶってないんだけど、これさ色違いだよね。多分ズボン青いと思うんだけど、帽子の線は青、服は白、ズボン青だったかな。多分そうこれだよね。これの色違いだよね。ちょっとなんかもうちょっと鮮明な画像がねあったんだけど保存してくるの忘れちゃった、ごめんそうこの時に気づけんかった。これね、そう
染色こんな感じでね、細かくいろいろ変えられるんだねっていうのが1個、それ以外で気づいたとこかな。こんなもん、この画像からはそのくらいかな。ここでも一応なんか武器構えられるのかな。こんな感じだね。この船について何か他にありますか？あと船はね、このエドワードたちが、主人公たちが乗ってきたこのなんかここにタイヤみたいなやつがついてるタイプの船かな。これとこれの2つくらいかな。あと何個かあったかな、船。ちょっとね覚えてないんだけど他にも船あったよっていうの、なんか誰か見かけてたら教えてください。これは多分お家だと思う。船とかじゃなくて特になければ次行きましょうか。次はねこっちだね。これの時はね、なんて書いてあったかな。これはバトルで勝つためにこっそり夜練、明日は筋肉痛かなってやつで、海外版の翻訳をしたやつは月明かりの下での深夜のトレーニング、スキルを磨かなくちゃ、明日の戦いやってこい、明日の筋肉痛見てみましょうっていう感じ。やっぱちょっと海外版の方がね面白い。ちょっとジョークがあって面白い感じ。これさ、ちょっと申し訳ないんだけど、私全然細かく見れてなくて、なんか下になんか知らん人いるけどなみたいなこれしかねちゃんと見れてないの。でもやっとさ、この狩人のさアイコンとかが出てきたねこれでも何が何なのか全然わかんないな。これが通常攻撃でしょ。でこれがしまうでしょ。 X が強攻撃で R がさ、何これR 何これってなってる。これインディアンみたいなね。そうこのさ主人公が着てるこれがどこだ、あった。この時の初期装備の服装なんだよね多分。これを着てるんだけど、これのなんか進化版みたいな羽の数も増えて、なんか目は帽子で施されていてみたいな、ちょっとさちょっと豪華バージョンみたいなの着てるね人がおるよねでもなんかハンラみたいな洋服着てなさそう、この感じ。これは一体誰なんだろうね。名前はアルシュさん、アルシュっていう感じなんだけど、右下の子がいいですね。ね、ちょっと気になるよね。狩人が一番野生的な見た目してる。そうなんだよね。さ、この 3D のグラフィックじゃなくって各ライフごとにイラストが描かれてるじゃないですか。PV の中とかでもたまに使われてるし、ホームページにも載ってるやつ、あれのさ狩人とかもさすごいこんな雰囲気だよね。なんか腰みのみたいなのをしてるし、素足にサンダル的なやつだしね。ここもなんか半裸にジャケットに、これは弓のあれでしょ、矢筒を背負ってるんでしょ一番なんか時代が違うよねこれとなんか魔法使いと料理人とか並んでたらちょっと面白いことになるよく見ると頭の目がネジなの。そうこれねこのさネジ頭だよねこれ。
こんなでっかいネジあるって感じだけどこれかわいいよね。でなんか今回いたアルシュさんは多分帽子だよね。帽子じゃない、ボタンだよねこれね。これボタンね、ちゃんとなんかバッテンの縫いになってるし、ボタンしてる。いや、この人何なんだろう。マスターなのかな、やっぱり気になるね。なんかアイコンごちゃついてて見づらいけどどうしたって思ったら、ここにね人がいてびっくりした見たとき〇〇のお面みたいなのもつけてますね。〇〇のお面、この部分がお面みたいってことかな。パンサーに乗ってる姿が似合いそう野生的だよね。野生的だな。いいね。マウントパンサーにしようかな。めっちゃおもろいと思う。それと王国兵士っぽい装備のガチガチのお馬さんに乗ってることを並走させたい同じ時代なのかみたいな感じになりそう。いいね。でもこのちゃんとさ、弓打ってますみたいな、引いたなんか絞った弓をバチンと打ってる感じがさ、いいよね。この足が上がってる感じとかも勢いがついた反動でね、いいよこれで、なんか訓練かかしってさ、結構 PV とかにも出てたやつだよね。あと私有の時とかグレンさんがいるとこの前に置いてあった気がする、これね。あとこのラッキーっていう表示がさ、初めて見たかな。初めてだよねこれ多分。他にどっかで見たことある人いる？これが気になる。これ何？ラッキー。クリティカルとはまたちょっと違うのかな。これが起こると何が起こるか。オンラインから引っ張ってきてるなんかダメージなのか、それとも今回初なのか、どっちなんだろう。初めてラッキーだよね。オンラインの時もなかった感じですかね。これなんだろうね。ラッキーはマリオ&ルイージで見たことある私もなんか人取りかなんかかなどっかで見たぞこのラッキー表記。マリルイ違うんだ。これなんだろうね。すごいなんかド派手なエフェクトも来てるし、何攻撃をしてこれになったのかがちょっとわかんないけどね。このボタンの表記がさ、ファンタジーライフ X ボタンを押した時になんかここに X 押してますよみたいな感じでさ、なんか色が変わったりとかさ、へこんだりとかさ、そういうのないからさ、ここから何ボタンを押してこの攻撃が出たのかみたいなのがね、全然読み解けないんだけどクリティカルなのかな。クリティカルでもなんか別であったような気がするよ。制作職のところかなんかで。クリティカルだっけな。ちょっと待って、それはちょっと要検証だな。王国兵士で殴ってる時に普通に出てなかった。本当にマジか。ちょっと後で見てみようか。ベアハルトさんとかかな。ベアハルトさんさ、来るかな。来てほしいな。なんかオンラインのキャラクターの相関図みたいなの見てた時にさ、ベアハルトさんがすごい気になってて、おじさまキャラ気になってるんだよな。実装されてほしいな。石川さんこんばんは。いらっしゃい。お鍋食べ終わりましたか相変わらず咳が止まりません。ごめんね。で、この R なんだと思います？弓何攻撃かな。弓のさ、麻痺とか眠りとか毒とかの弓の切り替えはさ、ここに入らないでなんかまた別であるのかな。今まで通り十字キーとかで選択する感じかなってなると、この R は一体何ぞやってなるよね。前回も見せたけど、私有の時ね、これゲームショーの私有の時のやつなんだけど、R ボタンが
こうかな、ライフごとの特殊アクションの割り当てになってて、でね、十字キーは特にね何も書いてないんだよね。通常時はライフの切り替えショートカットっていうだけで、戦闘中にどうこうみたいなのが書いてなくてですね。ベアハルトはテディベア見た目がクマさんっぽいし、名前にベアってついてるしね。ありそう。かわいいな。切り株の上とかにちょこんと置いといてほしいな。全然ベアハルトさんのキャラの雰囲気とかがわかんないから、完全に勝手な妄想で喋るけど、絶対可愛いと思う。ちょっとヒゲみたいにちょっともじゃもじゃしてる、なんかずんぐりむっくりなクマさんであってほしいな。可愛いそうだから、もしかしたら弓はこの十字キーのところに矢の種類の割り当てが入ってるかもしれないし、ってなると R なんなん X が強攻撃でしょ。で Y ボタンは通常攻撃と長押しチャージ技とかだから、謎よな。晩ご飯は綺麗に片付けてお風呂入ってたら遅くなりました。いやもう完璧に済ませて最高ですね。回避は B。 そうなんだよ、回避は B なの。何が入ると思う？王国兵士とかはちなみにここは盾の防御が入ってて、でね、魔法使いなんだっけなちょっと待ってね。戦闘の操作説明、これなんか昔 X に載せるときに一生懸命作ってたやつそうさっきの説明書をちょっと画面にスッとやって分かりやすくしたのやつなんだけど、この私有の時ともねまたちょっとここの UI 変わってるんだよね。このファンタジーライフ通信で出てくる画像で、魔法使いの時はこの R を押すとこうやってなんか魔法のこれね、何の種類かごめんちょっと私分かんないまま戦っててそうこれが選べて、これが出てきて魔法を切り替えて戦うみたいな感じだったんですよ。麻痺や毒の矢は弓自体に付与されていない説も浮上して、そうなんだ。それ以外じゃあキャラクターのなんかスキルみたいなのがあって、そことか装備品とかになんか毒の弓みたいなのがあって、そこでもう毒専門のなんかがつくとか、そういう感じに変わるのかもってことか。なるほどね。ちなみにオンラインの時はなんかその弓の矢の種類とかってどうなってたんですか？リンクの時と同じ仕様キー操作はある程度カスタマイズできると個人的には嬉しいですね。そうだね。それはちょっとねさせてほしいよね。戦闘慣れしてないとさ、なんか普段からキーコンフィグ変える人とかだとさね、統一したかったりするよね。他のゲームとか普段慣れてる操作感にね。そうこんな感じだったんだよね、この時は。もはや懐かしいまである。そうここに書いてあるね。この今まで見せてたこの2枚のこのゲームショーの時期の UI はこんな感じになってて、でファンタジーライフ通信に載ってる画像の UI はこんな感じになってるんだよね。このテンション技のね表示がないよみたいな感じになってるんだけど、これでもなんかランクというかレベルというかライフのねランクが上がったらもしかしたら使えるようになって、ここにピュンと出てくるかもしれないから、そこの仕様はちょっとまだ不明だよね。もはや懐かしい。基本的には同じでした。でも弓自体にスラチャとか特殊な技か。なるほどね。弓自体になんかやっぱリンクとはまた違って特殊な技が使えるようになってたのか。そうだよね。武器ガチャとかあったんだもんね。そうだ。ごめんね、オンラインのこと知らないからさ、スポ抜けてたよ。そっか。武器自体になんかそれぞれ特性があって当たり前か。ありがとう。クリティカルのやつ見てきたけど意外がだけでラッキーなかった。ありがとうやっぱないよねよかった。
やでも探させちゃってごめんね、ありがとう。いや助かります本当にみんなのおかげでこの考察雑談が成り立っている、本当に。そうこんな感じだったら操作説明のところは戻ろうか。そうなんだよね。なんでここに関しては謎のまま。でもやっとさ、この狩人が出てきてくれたね。ずーっと出てこなかったじゃん私絶対にライフ一番最初狩人1個選ぼうと思ってるから、もうやっと出てきてくれて嬉しい。でなんかここにこの弓のアイコンがあるから、なんか狩人に関する何かをしているんだろうね今。それこそチュートリアル中なのかなって感じんな気はするね。ゲームショーすでに懐かしいよね。ね、石川さんもね言ってたよな。いや懐かしいよもはやそれ以外でこの画像から読み解けるところは私はちょっとパッと今思いつかないな。このマップどこなんだろうねとかちょっとさ、もうちょっと時間がないとできないけどもこんな感じかな。なんか他にファンタジーライフ通信とたまげものカタログ見ててなんか気になったこととかありますか？みんなどうすか船と狩人と結構さ、ミニマップ見る感じ船大きいよね。これほらこの甲板がめちゃめちゃ広い。ここは多分はしごがついてる後ろの円でしょ。でここにここでしょで手前側がこんなにズーンって大きいから絶対なんかしらの役割はあると思うんだよな。さとみさんこんばんはいらっしゃい。イネブリドラゴンを初見で倒したのもいい思い出です。そうだ倒してたこの人言ってたね。倒しに行ってたね。ゲームショーから FLI 発売までの数週間は暑かったですね暑かったねいつでもそばにいるトリップが可愛い。狩人のマンカーはもしかしたら狩人の討伐クエストの対象なのかな。その可能性もあるよね。今でもさクエスト中、やっぱクエスト中ってことなのかなね。これねこれ多分ここに主人公がいてここら辺に何かあるってなったら多分アルシュさんのことなんだよね。で訓練かかしでなんかチュートリアルかなんかしてるんじゃないかなって感じはあるよね。栗原コードさんこんばんは。どうもすいません、ちょっと咳込みがまだ治らずで今日もゆっくりファンタジーライフ通信とかたまげものカタログ見ながらお話ししております。どうもさっきの狩人のアイコンの場所に人がいたけど何してくれるんだろうか。フェンデルさんこんばんはね。この人新キャラっぽいよ。フェンデルさん、この人アルシュさんと言うんですけど、ちょっとね私の頭で見えないね。ちょっと今申し訳ない。配信の画面を今ちゃんと見たけど私の頭でアルシュさんが全然見えてなかった。ほら新キャラ、オンラインにもいなかった謎のアルシュという名前の方がおりますよ。フェンデルさんも知らないでしょ。多分だけどマスターじゃないかな。狩人のね。突然こんな UI にだだかぶりでお出しされるマスターかわいそうマスターらしき人物ね。今共有しているのもハチコさんのプレイ画面なんですよね。これは今ねこの画面に映ってるのはたまげものファンタジーライフ通信レベル5の公式 X が出してる画像。これは違うよ、私の私有じゃない。こっちもレベル5の公式が今週出した画像。これもそうちょっとここら辺のねちょっと画面に映るのに中途半端な余白とかここのラインとか私が勝手に見やすくつけてるだけですけど、こんな感じ
それか仲間になるキャラの位置を示してとかで、そんな感じ。どうだろうな。ある種の語源は何じゃろうな。ある種はフランス語で箱舟、古代ギリシャ語なら始まり、原理。おー、さすがみんな調べている。箱舟、ギリシャ語の始まりと原理。いいね。マスターの名前とかってそういうところから取ってんのかな。クーナさんとかどうなんだろうね。王国兵士のさ、なんかどっかに画像、クーナさんの画像の今日持ってきたけど、どこに入れたかわかんない。ね、ちょっと待ってね、探すからどこだ。画像の整理が大変なのよ。これどこ行った。これかな。これじゃない、これか。いたクーナさん。この方この方の名前の語源とかもなんかその辺からなのかな。フランス語とかギリシャ語とかね。どうなんだろうね。博識よ、みんな調べてる。すごいなその時間が取れなかった、申し訳ない。箱舟、ノアの箱舟がモチーフとか。はー、なるほどね。クーナはスペイン語でゆりかごという。他のなんか言葉でなんかクーナありました。でもゆりかごか。いいね。なんか新人を育ててくれるマスターのお名前にはふさわしいんじゃないですか。ちょっとゆりかご優しく教えてくれる母のように。やっぱクーナさんかっこいいな。それ戦う女の人基本的に大好きなんだけど、なんかキリッとした眉とつり目いい。これちょっと後で出そうと思ってた画像ねでもこんなところかな。いや、こんな感じでしれっとお出しされると思わなくて、新キャラびっくりしちゃった。こんな画面の端っこにさ。次はちゃんとした正面の姿を見せてくださいね。ある種さん、よろしくお願いしますよ。とこんな感じですかね。もう1時間喋ってる。恐ろしい恐ろしい。1時間喋っているクーナは日本語で食べるなクーナーな。そうだないや、釣り目女子もいいよね。垂れ目より釣り目の女の子が好き。かっこいい子が好き。じゃあ今後はこのラッキーという謎の表記の説明とある種さんにちょっと興味を持とう。続報をお待ちしております。あとこの謎の R ね。R 何なのか全然見当つかない。本当に特殊弓の特殊何。やー以外の特殊とはなんか新要素なのかもしれないねよし、ちょっとお水を飲ませてね。よし、では次に行きましょうか。ファンタジーライフ通信のこととかたまげもののことでなんかはって思い出したらまたコメントでいつでも言ってくださいね。ちょっと都度拾いますので。ですよ。ちょっとね、これだけじゃたまげものカタログとファンタジーライフ通信だけじゃなんか会話すんの短くなりすぎかなと思って、X で他になんか掘り下げ話のネタあるんだけど、どれがいいですかアンケート取ったら、ちょっとね、いろいろね、ちょっと投票してくれた方ありがとうございました。今回はですね、島クラフトについてちょっと掘り下げようかなみたいな感じの表が一番多かったので、それをやっていこうかなと思ってます。ちょっと待ってね。とはいえちょっと PV をさっと見てきた感じなので、ちょっとね足らないところもあるかもしれないけれども、この丸ポチなんだろう。まあいいかクーナタレと塩だと塩の方がいいですねもう
空だからそこまで行くのさすがよなこんな感じ。ハグラムさんがいてですね、島のクラフトやっていく感じになるらしいですね。ここら辺のね様子もまだあんまり出てきてないですよね。これがねいつだっけな、9月の9月24日の PV で出てきてる映像の写真を何個かピークアップして撮ってきたんですけどこのハグラムっていうのがその時初めて名前が出てね、でこんな感じでこの地形のね工事をしていく感じかな。でこの1000年後のちょっとね廃墟っぽくなっちゃったところを自分たちで島クラフトして好きな感じに整えていきましょうねみたいなのが島クラフトの内容かな、要素としてはね。最初はこんな感じなんだよね。1000年後現代の島はこんな感じですごい瓦礫みたいになっちゃっててね、ボロボロなんだけど、それをこんな感じにね自分で好きな感じに島クラフトして綺麗にしていきましょうみたいな要素ですね。ここにさハクラムさんおるんよね。このなんかでこっち側にはさ骨ドラゴンが寝てるの。骨ドラゴンさほんとどこにでもいてどこにでも寝てるよねかわいい。これなんかここにいるのが固定なのか、自分で寝床とかハグラムさんのこの待機場所みたいなのとか決められるのかねそれか PV 用にここにいるだけなのか、ちょっとここは謎そうセンスが問われるやつですねこれはそうだね。さあうまくいくかな。でもなんかね PV とかキービジュアルを見ている感じだとこの門みたいなやつは固定でここにずっとあるっぽいのよね。これは移動できないっぽい。この後ろにもねあるでしょここ。そういうなんか移動できないオブジェクトとかもあるけれども、まあ基本的には自由にやれるんじゃないかなって感じだね。ノアの箱舟は旧約聖書の文献に載っていて、神は人類の堕落に怒り洪水を起こし、ノアが雌雄一対の動物を、そうだねそういうお話だよね。センスな私のセンスの話します？ど下手くそよこういうの。いやでもちょっと楽しみだな。運営のセンスが強い。もうさ今見れなくなっちゃってるんだけど、稲船さんが出てた2023年のゲームショーのステージでさ、そのステージで見せるためだけに島クラフトがどんなもんか映像作ってきましたみたいな感じでさ、もう完全に平たいさ草原のところからもうなんか自分で島クラフトで街みたいなのを作ってる映像をね見せてくれたんだけどもね、それが今見れないんですよね。非公開になっちゃってて。だからあれが一番わかりやすかったんだけどな。すごい長いことクラフトの映像を見れていやあれだけもう一回出してほしい。あそこだけでいいからね。だからねここの画像に関してはこの地面も自分で変えられるし、柵も立てられるし、橋も架けられるしだね。木の場所とかも多分自由にできるし、ほんとほぼほぼ全部できるんじゃないかな。でこの施設も多分置けるでしょ。この施設がさこの破壊された何かなのかな。もしかしたらこの建物は固定かもしれないけどね、ちょっと気にはなる。瓦礫の位置と合ってるから。センス好きです。違う、そのセンスじゃないそうでこれがまあ島クラフトで割と最新目の画像かなの9月24日のやつなんだけど、まあ一応できることとしてはこの地形の変更とこの真ん中のこれはなんか地面の塗り替えでしょ。だからさっきの青白いタイルみたいなのをこうやっていくのと、あとこの
水のマークは普通にこういう池とかを掘るみたいなのだよね。これをやっていく感じで、このバッテンのところはなんか撤去しなきゃいけないオブジェクトのところかなと思ってる。一応この女神草の回収っていうのは多分このお花のことだと思うからね。一応ここにオブジェクトがありますよみたいなのの印でバッテンがついているのかな。それがここを撤去してからこう更地にしてねみたいなあれなのかちょっとねそこわかんないんだけどね。でこの歯車があるところが選択してる、これから掘りますよみたいな、これから加工しますよみたいなののマークになってるっぽいね。この X のオブジェ回収がこれかな多分。マイクラで豆腐ハウスしか作らない自分には難しそう。いや同じ、私も豆腐ハウスしか知らん。屋根の作り方をね1年くらい前にお友達に教えてもらってやっとできたみたいな。でももう忘れてると思う。下のバツのところは瓦礫撤去のコマンドやってからかな。多分この X のオブジェ回収をやってからかこの削る撤去するなのかって感じだよね。多分1段階踏んで2段階目でこう更地にしたりとか池作ったりとかっていうのが発生する感じっぽいよね。なんとなくこんな感じがする。で次の画像に行きましょうかね。へいへい。次これは結構ね昔のやつかな。これはもう本当に最初の頃23年の2月のハグラム、まだハグラムという名前もわからない頃に一生懸命なんか崖を切り崩しているハグラムの姿を残したやつもねブランコとかがあって、でこのねこういうちょっとなんか民族っぽい感じのなんか装飾物結構好きだからさ。でここにしれっと映るデグダスさんこれ系の家具どんくらいあるのかすごい楽しみにしている。でちなみになんかこのさ噴水これなんだけど、これがこれなんだよね多分。これ水が出てるバージョンと水枯れてるバージョンなの。ほらこれなんか自分で設定できるのかねなんかインタラクトしたら水が出るようになったり止まったりとかそういうのがあるのかな。水を通す噴水、水を通さないと中身ないのかな。ここどうだろうでもここさ水と設置してる感じじゃないよね。ここの周りの水から水路がつながってるわけでもないから、多分なんかボタンで A ボタンとか押したら水が勝手に湧いてくるかもしれないそうオンとオフがあるかもしれない。オンとオフ概念がある多分オブジェクトに。これもちょっと楽しみだね。だからさこのね普通に綺麗な公園とかを作って噴水を置きたいなっていう時はこうやって水をね出した状態で設置すればいいし、そうじゃなくてちょっと廃れた島みたいなのにしたいってなったらさ、ちょっとそれにしては綺麗かもしれないけど、こうなんか水が出なくなってしまった噴水みたいな感じで自分でね設定してねオンオフ切り替えておくのもありだよね。なのかでもちょっと昔の映像すぎるから何をドロップしても王国アップになってた時のようにただただ水を流すというあれが間に合わなかった可能性もあるわかんない。これに関してはちょっとね2年前の映像から引っ張ってきてる内容だからそこはちょっともう実装されてみないとわからない。これに関してはでも画像をね探してなんか PV 見てる時にあれこの噴水ってこれじゃんみたいな感じで偶然見つけたこれそう開発中だった可能性もあるか、もうオンオフができるかもしれない。もうこればかりは実装されてみないと分かんないけど、そういう楽しみ方の可能性も1個見つけたなと思ったね。
かわいいよね、このカエルが水ビエって出してんのこれかわいいと思う多分なんかさ、施設系のやつはさ、ここがマックス範囲なんだろうね。このくらいの土地を確保しないと施設が建てられませんよみたいなのはあるんだよね、きっと。なんかこの建物じゃない別の建物とかも結構ね、この範囲みたいなのが設置されてたから自分で建ててるお家とかにはないんだけど、これ多分ギルドかなんかだよね、このマーク的に。とか、まあ、ポストあるから郵便局的な何かかもしれないけど、こういう施設系のものに関してはなんかこう最低設置面積みたいなの決まってるのかもしれないね、これ。っていうのかあるかな。もう2年前だよ。恐ろしい。恐ろしいな。で次、で結構ね、さっきさ戦闘画面の UI 変わってるねみたいなの見せたと思うんですけど、この戦闘これ結構ね、島クラフト系の UI も変わっててですね、っていう比較。また左上から23年の3月9日と23年の11月29日と、下2つが一番新しい9月24日24年の9月24日の映像なんだけどだいぶ変わってるよね。この3月から11月にかけても最初の頃はさ、ここになんかアイコンに名前とかが書いてなかったんだけど、もう11月にはちゃんと家具、小物、屋外家具施設、たまげ物って書いてあったりとか、色合いとかも変わってるし、この下のね装飾物を選ぶタブの表示もちょっと変わってるしでいたのに、今度9月になったらガラッと変わって、こんな感じにね左側に寄せてちっちゃい感じにしてて、でたまげ物もさ、なんかラウラちゃんじゃなくなって、なんか謎の人玉みたいなのにアイコン変わったりとかしててねでもあとは基本的に変わってないかな。だいぶなんか整った感じに変わりましたね。オンラインも似たような感じで施設建てたりしてました。あ、そうなんだ。じゃああの範囲は必要な感じなんだね、やっぱり。ナイフギルドは絶対配置とかあるのかな。どうなんだろうね。いるのかな。必須のおやつとかはありそうな気がするけど、あんまり数が多いと島の形とかね、どうなんだろうね。クラフトできる範囲がどのくらいあるか分かんないけど、狭くなっちゃうよね。虹色の家具はレアードなのかな。あ、そう、これさどうなのかな。後でちょっとみんなに聞きたいんですけど、それちょっと後で言うね。そうで、この右の右のやつはハウジングの UI だね。これもね、その島クラフトの方と統一されてるから、まあこれでほぼほぼ製品版同じなのかなって感じではあるね。このソートかけられるのもありがたいね。入手順で変えられるようになってるし、多分他にもね名前順とかであるだろうし、それは助かる。クオリティとアイテムの背景の違いは何じゃろう。そうなんだよ。それが気になるのよ、これね。じゃあ次行きますか。でもまだ島クラフトのあれかも。でもこれはなんか PV のそう、これかかしいたなと思って引っ張ってきたんだった。こうやってさ、キャラクターたちが NPC ちゃんたちがさブランコ乗ったりとかはちゃんとしてくれるのかなとかもちょっと気になっている。主人公がブランコ乗ってるのは見たけど、乗ってくれたらいいよね、主人公たちだけじゃなくて。でこの後ろのこの
葉っぱがオレンジっぽくなってるこのちっちゃい木も置ける家具っぽいんだよね。これがね1個前のこれなんだけど、でこれの置き方がさこの奥にある花壇とかぶさってるじゃないですか。だからハンモスずらし一応できるっぽいんだよね、お外でも。いやこれは嬉しい。ハンマス置きできるよ、家具系も。これはめっちゃありがたいせっかく施設を作るなら使ってほしいね。使える施設をちゃんと作ってほしい。このハンマス置き個人的にはめちゃくちゃ嬉しいっていうのが分かった、この画像で。なんかハウジングのところでも分かる画像あったけれどもねえ。あ、でそうこれこの机に真ん中置きできるっぽいぞと思ってこの画像を持ってきた。これ多分さ、左に1個右に1個も置けると思うんだけど、これ真ん中置けるっぽいんだよね。いやこれは嬉しい。これができるのはだいぶ嬉しい。階段の種類もね結構あるっぽいよねあとなんだっけな、何をもってしてこの画像持ってきたんだっけな。あ、このパラソル可愛いなと思って引っ張ってきたんだけど全体像がない申し訳ない。これがね24年の2月21、ちょうど1年くらい前の映像か。結構作れるものとかも映像の中に残っててワクワクしたやつだね。ここでも使われてるこの噴水そうだな、これはそんなもんか。で、あ、どっかにあるさっきのパラソル。そう、これがさっきの傘だけ見えてたパラソルの全体図だ。これだ。いやこれかわいいよねでさっきと同じ画像になっちゃうけど、11月29日の時の映像で、ここもねかわいいんだよな。ちなみにこれくるくる回るっぽいんだよね、この上のお魚さん。結構ね PV でいろんな向きになってるから、そういうとこも細かいなと思った。草くんマスの真ん中に置かれるかがランダムなだけかもね。そうなのかな、どうなんだろう。私さ、お家の中でもハンマス置きできてるからできるっぽいなと思っているんだけど、ランダムかな。なんか真ん中になっちゃったらもう一回置き直してハンマス置きするとかかなでなんか運よくハンマス置きっぽくなったらラッキーみたいな感じでいいのかな。この浮き輪とかもね可愛いよね。これ座れるのかなこれでもここもちょっとなんかハンマスっぽいんだ。ハンマスっぽくない？いやわかんないな、この向きだと。このアングルだとちょっと何とも言えないね。ハンマス置きに期待したい。風緑の魚他にもあるのかな。どうなんだろうね。このタイプのお家についてるのはこのお魚っぽいけどね。なんかねどっか別のところでも見たんだよな。どこだったかな、ちょっと待ってね。あったほらこれほら、これ多分くるくる回るんだと思うよ。向きが違うでしょ。でもドアの形も違くない？今気づいたけど。ドアのデザイン違う。あれ？そもそも形状違う？いや一緒か。ドアの模様が違う。もしごめんね。あやさんこんばんは。お疲れ様です。どうも。
今ね島ハウジング島混じった島クラフトとハウジングのやつ見てた。あ、ももいらっしゃい。どうもドアの形違うな。ドアの形も選べるっぽいね。この基本的なところは統一だけど、ドアのデザイン変えられそうな感じだねほら、お花模様みたいになってる。あとさ、結構さ、この像みたいなの置いてあるよね。これ人形っぽいやつもあるしここにね亀たちもあるし、あ、ほらここ上リーフナちゃんたちとかフクロウもいるんだよね結構こういうなんか石像みたいなのあるんかな、作れるっぽいね。このシリーズもちょっと集めて博物館みたいなの作ってもいいかもしれないね、お家の中に。何？もありがとうございます。スパちゃんありがとうなんすか、ありがとうございます。そんないいんですよ。もどうしたんですか。200円大事に使わせていただきますよ今日はお勉強は頑張りましたか？順調でしたかね、お勉強は。個人的にちょっと嫌だなと思ってるところが1個だけあって、この柵のこのぶつ切り感がすごい気になってるんだよね。これさ、なんかうまく処理してほしくないですか、これね。でもこだわって作れるのはいいよね。なんとこれが疲れてしていないという、そんな、なんか体調が悪い時に無理してやっても意味がないんだ。私も昨日はこの画像とか準備するの眠くて途中で諦めましたもん、これ細かく設定ができるなら嬉しい。そうだね。いや、半マス置きするだけでだいぶ見栄えが違うからね。なんかさ、まっすぐ置きされちゃうとさ、なんか妙に整ってないみたいな、ちょっとさ、なんか整いすぎて気持ち悪いみたいなのちょっと感覚わかるかなね。半マス置きでちょっとずらして置いてあるだけでさ、自然に見えるというか、なんというか、ちょっと伝わるといいなあとさ、このヤンクさんのところにあるさ、このなんか謎のボールバランスボールみたいなの何これみたいな。これさ、キャラが乗れてたら最高じゃないですか。なんか例えば椅子のオブジェクト仲間だとして、これになんか座ってるキャラみたいな、めっちゃ見たい。絶対可愛いと思う、これすごい可愛いよねね、ここやっぱ気になるよね。エプシロンさんも言ってるけどさ、これ気になるんよ。めちゃくちゃ気になるの、これ。個人的にどこだっけな。なんかちょっと待ってね、画像あっちゃこっちゃいっちゃってごめんね。どっかにうまいこと隠してるやつがあるんだけど、どれだっけな。持ってこなかったっけな。あった。これここもそう。ここさ、この階段のギリのとこまで柵を持ってきてるんだけど、これさ、パッと見うまいなと思う。自然に見えるかなと思うんだけど、どうなんだろう。ここちょっと違和感だよね。これはしょうがないのかな。どうなんだろう。でもこれ9月の映像だもんな。どうなんだろう、この調整は。ここ自然にやってほしいなと思う島用アイテムはボックスのアイテム保有と別枠ような最高クオリティコンプで並べちゃうぞ。いや綺麗にザーッと並べたいね、これはね。マイクラみたいにつなげると伸びる。そうなんかさ、ここでスパンって終わりじゃなくてさ、丁寧に処理してほしいよね。木の柵もそうなんだよね。ちょっと待って、木の柵どこだ。あった。ほら。これもさ、このぶつん切りじゃなくてさ、この丸太のところでさ、終わってほしいよね。多分他のゲームとかだとさ、まず1本目の柵を打った時ってさ、この縦の丸太だけが置かれるじゃん。で、2個目を置くとここがポンポンってつながりますよとかで、角っこ処理をして、なんかさ、
向きを変えてこっち側からキャラが立って柵を打ったりするとこう角っちょになるじゃないですか、 L 字にっていう処理、 L 字の処理はできてるんだけど、ここの終わり終点地点の処理がすごい気になっている、もにゃ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 なんですよこれ綺麗にしてほしいよね。この不自然な感じをさどう処理するかっていうとさ、このまんまのあれでいっちゃうとするのね、こういうなんかモコモコした植物をここに置いてごまかすとかで、こういう花壇を横にベタ付けしてごまかすとか、もうそういう感じでさどうにかするしかないじゃん。ここ綺麗に終点の処理してほしいなと思ってるめっちゃ細かいけど、整えすぎると逆にあれですよね。そうまっすぐすぎるとちょっとさなんかってなるよね。このさこれ実際のゲーム画面じゃなくてPV の画面だから実際こうはならないと思うんだけど、このなんかごちゃつき感がさやりたいんだよね、再現したいの。あれでもここの作処理できてるぞ。でも PV だからな、 PV だから分からん、これは PV だから参考にならない。こういうごちゃごちゃ感がさ、このってカーブした道とそこから見えるお家とかさ、このポンと置かれたポストやら草とかのこのなんかランダムでごちゃついた感じが作れたら最高に楽しいじゃないですか。これがいいなこういう感じができるといいなって夢を見ている。白と水色の特大ビーチボール、そうさっきのね、ごめんちょっと拾うの遅くなっちゃった。これこれかわいいよね。これね、水色と白のビーチボールっぽいよね。なんか触ったらポニョポニョしてたらそれはそれでかわいいな。座れなくてもなんかツンツンしたら揺れるとかさ、そういうのでもいい。でもなんかこの位置にあるってことは座れってことなのかな、わからん。でもここにベンチあるしな。どうなんだろう、こんなのもあるよっていうのちょっとワクワクしちゃった。さっきの浮き輪と一緒に近くに置きたいな、海辺とかに。楽しそう。桟橋の杭の場所といい粗さが目立ってきたな桟橋の杭どこだろう。今までのレベル5を信じるなら画像そのままのクオリティで出してくるよまあ出されたとしてもアップデで直してほしいな。稲妻イレブンのさガゼルたちのさとか風丸の髪型を直したくらいだもの、作のここくらいきっと直してくれるよ。きっと信じているよ、レベル5さんを。木の柵ははしごがない柵もある。何？どこだ？今の私の画像の中にあった？猫がいるところから桟橋の杭。先週のあれファンタジーライフ通信の話画像あるよ。どこだろう。でもここあるよ。ここある突き出てる。ここはこれはね、このラウラちゃんとかグレンさんとかチャカーボが映ってるここは実際のゲームのプレイ画面じゃなくてPV のさなんか映像部分だから、もしかしてこれはねあんまり参考にならない。ここのでも切れ目は見えないな。これとかなんかちょうどよく終わってるけど、でもこれ映像だから映像処理用になんか不自然な感じにしないようにしてるのかもしれない。レムコさんがどこを見たのかちょっと気になるの間に、じゃあそっちの杭気になるな。杭見てきていい？ごめんね前後して。過去のたまげものどれだ？あった。杭これ？ここか？これかな？これのこと？杭ってこれだよね。これ11月29の画像。ちょっと待ってね、もこさんありがとう。でも種類が違うっぽいですな。なるほどな。これかな、気になるって言ってるの。
確かにこれちょっと気になるね。ここら辺からさ、釘ピョンって出ててもおかしくないあ、でも厚みがあるから出てないか。これね、確かにちょっと気になるな。ここは見えてないのにね。なるほど。確かに気になるっちゃ失礼。気になるっちゃ気になる。場所によってなんか絶妙にずれてきちゃうのかな。そう、その釘と被っているところ、これね、確かにちょっと気になるね。それは思う。確かに。いや、微調整してくれると信じておるよ。頼むで間に合わなかったとしてもアップデでどうにかこうにかどうにかそうにかして頑張れ。レベル5。なるほどね、これか。ちょっと消しちゃった。なるほど。グギバギいきそうすごいなんか杭の位置でバキッといっちゃいそういたんで、ちょっと気になるね確かに11月29の画像のどこだろうな。29。あ、ここかな。残念、出てます。これじゃなかったらあれだけど、でもここはね自然だよね。こういうとこは自然に見えるのかな、設置のとこ。他の11月29日。いや、日付ね、後でちゃんとメモってね。あ、これあれじゃない？ここね、出てるよ出てるよ、実は。残念ながらここほら、これちゃんとここにあります。これかなこれね、振ってあるから後でゆっくりこの前後見たいなとか思ったら、この日付のねPV 探してぜひチェックしてくれればね見えるから。ちょっと次のこの雑談配信で同じように日付まで入れられるかちょっと分かんないけど、ちょっと余裕があるときはちょっとねみんなに振り返りやすく日付入れるようにしとくね。いやでこれね美術館みたいにしたいんだよねこれさっきの風緑があるやつとちょっとまた違う建物だね。これは同じこのガラスのボールみたいなのがついてるし、ここも黄色いけど扉が両開きの扉になってたりとか、上に風車ついてるね。でも魚の風緑もある。なんか不思議なお家だなこれ。気のせいだった気のせいだった。そういうことにしとこう。でもこの柵とかはさ、これも柵だよね。これも柵。これこれはまあ自然だよね。その部分がないから。なんだろう、つなぎ目みたいなのが分かりにくいさ、この壁、塗り壁みたいな壁だからさ、これは分かりづらいね。こういうのはいいのかもしれないな。次も見よう。次もうハウジングになっちゃった。ハウジングの話もしようか。ハウジングはね、でも大体一緒かな。これが2年前の3月の映像で、そう、ここでも真ん中に置いてるから、テーブルの上に物を真ん中置きするという技術は多分生きているはず頼んだレベル5さんこれはね生きてる。ただもうこのくらいの時期になるとなんかだいぶ昔の話だから、仕様とかデザインとか結構変わってるもの多いかもしれないから、ちょっとねあくまで参考にという感じで。そうで、なんか前 X とかでも言ったけど、ハマソを切り切るねみたいなのの証拠がこのサボテンなんだけどほら、この後ろのソファーから
半マスずれてるでしょ。なんかね、お家の中は半マスいけるんだよね。この花飾りもね、後で見せるけど、半マス置き、壁も半マス置きの設定ができる感じにはなってるかな。ちゃんとね見つけた、ちゃんとそれができるところを。2階建ての家も作れるかな。あ、どうだろうね。2階建てのハウジングできるのかな。なんかさ、結構このまあちょっと他の名前出しちゃってあれだけど、動物の森とかさ、ここら辺から上に行ったり地下の部屋に行ったりするじゃないですか。結構長めにとってはあるよね、ここ。2階建てとかも夢じゃないかもしれない。可能性ある。これちょっとここが少ないけど、こっちは長めにとってあるもんね。ほら、これワンチャン2階建てとか、まあ地下とかあるかもしれないね。作れるかもしれない。こりゃいいな。あ、でこれがどれを消したらこれがこうかな。ちょっと待ってね。そう、これが壁も半マス設定できますよのやつね。劇的ビフォーアフターの映像の中で、このねリースを移動させてるところがあったんだけど、これをね重ねたらこんな感じでポンポンポンってこう半マスずつ移動ができるようになってるからこれちょっと分かりづらいかな。ここが一番上、ここが真ん中、ここが一番下にいた時のこの3枚の数を重ねてね見たんだけど、こんな感じで半マスずれ置きしてるからね、これはいけそう。壁もいける。で一番上がここでしょ。ここが一番上、2、3、4個くらい家具置けるんじゃないかな。このリースサイズのこのサイズの家具4つくらい置けそうな感じがしてる。ここは多分この下はいけないんじゃないか、飾れないんじゃないかなって勝手に思ってるけど、家とか後半大きいの建てるか遊べる選べるとして材料の要求あるのかな。いや、そこは集めさせてほしいよね。いや、集めさせてくださいよ惣菜集めて家でっかくしたいよね。そうしたい。いや、このお家もめちゃくちゃ好みなんですよ。この木の感じというか、いや、こういうお家もっとごちゃごちゃ植物とか置いて作りたいな。めちゃめちゃ楽しみにしてるね。ここら辺がちょっと自由な。あ、ほら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 、結構ここね長めに撮ってあるでしょ。この暗いところ。これいつの映像だっけな。これが9月24の映像か。そうだね。で、なんかロイヤルブルーベッドっていう名前が分かったからこれを引っ張ってきたんだけどこのベッド、こんな感じのベッド、ロイヤルブルーベッドで、これがパステルな敷物マットとかね。マットの種類も結構あるよね。このタイプが2マス置きで、このタイプがね多分4マス置きだと思うんだよね。ほら、ここにもう1個の方あるでしょ。これがマットだとしたらこれがラグとかかなね。4マス置きと2マス置きとで、このぬいぐるみとかもちゃんと机の上に置けるようになってる。ここね、空っぽの状態のが置いてあるから。このロイヤルベッドをごめんね、ロイヤルベッドをブルーベッドを大工で作って、で飾って、で他のものもいろいろ作って敷いて、でやってこのお部屋を作りましたみたいな流れの映像だったかな、確か。大工の本領発揮する時だね、レモコさん。あ、ジャムおじさんお疲れ様です。こんばんは。今日はね、ファンタジーライフ通信の話とたまげものカタログの話が終わって、島クラフトとハウジングの画像を見ながら話してました。どうぞどうぞゆっくりしていってください。部屋数も増えたらいろんな部屋作るのめっちゃ楽しそうだよね。いや、もうほんと楽しそう。部屋ごとにコンセプト分けたりとかね。NPC のお家とかはなんか作ったりできるのかな。
どう思う？作りたい？それともなんかお出しされたお部屋があったらそれで十分ですか？これ何なんだろうこのなんか細身のトイレットペーパーみたいなのなんかロールが置いてあるけど、何これなんだこりゃ。今気づいた。何これ。巻物かな？ロール紙かななんだろうこれ。謎のものも置いてある。こんな感じかな。一応こういう棚に関しては自由に物置けるっぽいね。このなんか謎のロール紙が最初からくっついてるのかとかちょっとわかんないな。このスタンプみたいなのとかね。まあでも自由に置かせてもらえそうな気するね。ベッドとかマットも染色できたらいい。そうだねここにロイヤルブルーレッドって書いてあるからさ、染色できるかなんか色違いで家具を作れるかのどっちかだろうね染色できたらいいな。あとはさっき最初の方でちょろっと見せたやつかな。そう、この下の2枚みたいなごちゃごちゃ感がね出せたら最高なんだけどね。さすがにこれは映像用の画面だからさ、こうはできないんじゃないかな。でも待って、ここ真ん中でブチ切れてるぞ真ん中でブチ切れてた。あれマジか。何やって、ブチ切れとるわ。でなんで2枚載せてるかというと、この2月の9日と3月の9日の映像でだいぶ違っててさ、すごいオブジェクトと人増えてるんだよね。オブジェクトというか人か。お蕎麦？お蕎麦お蕎麦なのか？さっきの巻き紙みたいなやつ？でも違うと思う違うと思う蕎麦じゃないと思う。なんかどっちかというとタオルみたい。 NPC の部屋も模様替えとかもプレイヤーが設置できたらそのキャラに合わせた部屋も最初はじゃあ NPC が持ってきたものとかでちゃんと装飾されてるけど、いやみたいな感じで自分でね変えたいんですよあなたの部屋をっていうのもできるようになったら、それはそれでねキャラのファンの人とかはちょっと嬉しいかもしれないねどうなんだろうね。やってほしいな。自分でねキャラの部屋作りたいよね。これもこの1ヶ月でさこんなに人が増えてるんだよ。ほらこんなとこにスノーちゃんとかさ、ククさんとか、これジークさんだっけ確かイムカさんとかさ、すごい、めっちゃ増えてんの。ほらこの映像見るだけでも楽しいよね。すごいモリモリになっている。これはいい。でこれなんで持ってきたかっていうとこういうなんか立てかけ系家具の話をこの前してて、こういうのもいいよなってちょっと思ったんだよね。このトンカチ1個がポーンじゃなくてもいいから、このねこれ多分王国兵士のギルドかなんかの映像だと思うんだけど、クーナさんがいるから、そのさこの長テーブルにこれワンセットでも全然構わないから、なんかこういう立てかけっぽい装飾があったらまた楽しそうだなと思う。これはねなんかあるもんね、お家に置ける家具としてどこにいたかな、これどっかにいたんだよな。どこだっけな。ほらいるのここだから、なんかギルドとかそういうところにある家具もワンチャン置けるんじゃないかなってちょっと思ってる。これね、これアンおばちゃんがいるところだからさ、キャラ同士でルームシェアとかもいい。なるほどね。そういうところも設定できたらまたそれはそれで面白さが増えますな。これアンおばちゃんのところにクーナさんいたりするのかな。これ多分違う部屋だよねきっと。唇ゆりこさんっぽいのがいる
そうこんな感じかな、このシーマンクラフトとかに関しては。でさっきつくよみさんとかが気にしてたアイコンのね話ね、これあ、ちなみにここのね左側の大きいやつはなんか家具の名前が分かったから載せてました。こうやってクルブルクの木のベンチ、街灯、古代の街灯、風車、島の花みたいな。ここね、こんな感じであったんですよ。なんで持ってきました。これね、これ何なんだろうね。このブランコのこのね、ここ左と真ん中は同じ画像だと思うんだけど、そのここがね、なんだっけ、なんとかなんて書いてあったっけな、これ。いい街。これをずっと憩いのブランコっていうこの吹き出しが出ちゃってて、王冠マークの有無が確認できなかったんだけど、多分これとこれは一緒なんだよね。でもさ、同じブランコのジャンルでさ、この背景がレインボーになってて王冠もついててっていうの、ここになんか草みたいなのが増えてたりするんだよね。これがなんか別家具扱いなのかそれともなんか最高クオリティになったらこういう見た目になるのか、ちょっとわかんないよね。これどうなんだろう。ちょっと気にはなっている。おいそうね、あとこのノーマルの色とオレンジのグラデーションがかかったのと、そのグラデーションレインボーのやつとで3段階は一応あるんだよね。この違いが何なのかはちょっと何もわからん。どういうあれで仕分けているのか。こっちもそう。でもここに王冠マークとかはないんだよね。ハウジングのやつ。でも同じ9月24日の映像だから、この違いとは一体みたいな。王冠マークも謎だし、この背景色の違いも謎だし、謎すぎる謎しか言ってなくて申し訳ない。そうなんだよね。これじゃないな。どれだっけな、ブランコのやつ。あったこれかこれもう全部王冠マークついてるんだよね、これ王冠マークが今までっていうところのなんか最高とか極上とか、ああいうクオリティの話なんだとしたら、この背景の色の違いは何なんだろうね。ちょっとわからない感じですね。用意した画像はこのくらいかな。なんか他に気になることとか何かありますかね。これでもね、結構古い時期の映像から引っ張ってきてるやつだからまあ名前はね、家具とかの名前は変わってないと思うけど、どうだろうな。ちょっとここも参考程度に見てもらえればなって感じですかねこんなとこかな。
あとなんか持ってきてたのあったっけな。メモ。あとはそうだね、このマップの横にちょっと久しぶりに持ってきたやつ、この左の方、これが上がね11月29日の映像で出てたこのスペック表みたいなやつなんだよねで次に同じスペック画像が出たのがその9月の24日のやつなんだけど、去年のね、ちょっと減ったり増えたりしてる要素があって減った要素は、ダンジョンの育成と着ぐるみカフェっていうのが9月24にはもうなくなってて、で増えたものは、オープンワールド探索とパルクールアクションとクイックライフチェンジ、あとは多分ダンジョン育成の代わりにランダムダンジョン探索が増えた。あとトリップを動かせる2P ファミリープレイみたいなやつかな。でなんかストーリーモードのとこにあったこの現在の島の復興がクラフトの場所にちょっと移動したくらいかな。なんかね地味に変わってるんだよね実は。めっちゃでっかいな大陸そうめっちゃでっかいな大陸。私たちがゲームショーの私有で遊んでいたエリアはこの辺りなんだよねちょっと待ってね。ここら辺かなこの辺だいたいね、この辺までかな。なんか川があったからざっくりこの辺多分これがデクタスさんが多分いた洞窟の前らへんだと思うんだけど、結構ね広いんだよねこうやって見ると広いよね。全然回りきるのにすごい時間かかりそう。今気づいたけど本作マルチで4人まで、そう4人なんですよマルチ。リンクの時はねキャラクター2人までしか連れていけない3人パーティーだったんだけど、今回は1人増えて3人、自分以外3人のマルチができるし NPC も3人連れていけるみたいな感じにね変わってるんです。実は地味に1人増えている。ダンジョンの育成気になりすぎる。どうやるんだねでもなダンジョン育成どういう風に育てるつもりだったんだろう。でも木じゃない？さうわ画像用意してこなかったな。カジさんがさそれこそこっちで見せるかちょっと待ってね。じゃん。このために用意していたハグラムさん BGM 一回消して、どこだっけな、バカでっかいの大陸のここオープンワールド、これをなんか育てていくみたいな感じだったんじゃない？わかんないけど完全に妄想ね。これ再生しないからいっか、音楽つけとくかこれがなんかさ大きい木になっていくとかそういうあれだったんじゃない？わかんないけどこれなのかな。育成謎だよね。わからん。ここからのオープンワールドの説明になってたからどうなんだろうな。育てるって言われたらこのなんか見た目イコール木みたいなやつしか出てこなかったんだよな。ダンジョンと言われてダンジョンっぽい見た目してるし、いやわからんな。どうやるんだったんだろうね。めっちゃ気になってはいる。
そうそう、結構地味に変わってるんだよね。変わってるといえばすごいなんか悲しかったの、この着ぐるみカフェっていうのがなくなったことかな。このねショップは生きてるんだけどね、カフェなくなっちゃったんだよね。どんなやつだったのかすごい気になってたんだけど、残念。ショップに吸収されたとかだったらいいんだけどそういえば白チビドラもいるんだった。ちびくろドラもいるのかな。あ、確かにいるのかな。なんかいそうな予感がするいたらさね。どういう関係なんだろう。ちびドラズ、白と黒で兄弟みたいな感じなのか。確かに全然あんまりなんかさ、悪い子たちサイドみたいなのまだ全然出てきてないよね。武器のいっぱいついてるドラゴンみたいなまあそこら辺はゲームしてみておいおいって感じなのかな。まあまあこんな感じかな。どうですかね今日結構一人で喋り尽くしていたけれども、こんな感じでね、なんかこうざっくり2時間くらいかな。ファンタジーライフ通信とたまげ物カタログの合計4つ分の記事の話と、なんか掘り下げちょろっとして2時間くらい話すみたいなのをね、しばらくやれたらなと思うんですけれども、今日の具合いかがでしたかね。めっちゃ一人で喋ってた感あるけどなんかすまんね。ちょっと考察とかいろいろあったら全然突っ込んでいただければ全然大丈夫なので。またね、ちょっと次どうしようかな。来週はそのアンケート取ったやつの結果がね同率だったんだよね確か。ちょっと待ってねこの島のクラフトや装飾要素がどんな感じか見てみようの今日の回の次に多かったのが、 PV やスクリーンショットから判明している素材やモンスターをまとめるか、ヘンテコパッドチェック、装備の可能性を探ろうみたいなものが同率だったんだよね。上からやっていくかどっちの方が次の来週の回で見たいですかね。ヘンテコパッドの中を見るか素材とかモンスターとかをみんなで見るか、どっちがいいかな。発売直前まで秘密尽くしで新鮮味が保たれております。そうだね。なんかお出しされすぎるとさ、ゲームやる楽しさも半減しちゃうからさ、バランス難しいよね。いやでも今くらいの感じがちょうどいいよ。ワクワクするもんだって今くらいの小出しで私はいいかな。もうあとはゲームで見るからさみたいな感じある。YouTube の不具合のせいで30秒くらいじゃないとスムーズに見れないのが悔しみ。いやね、そうだよね。私もなんかね、自分の配信のコメントを iPad でチェックしてるんですけど、 iPad さんすごい遅れててでもなるべくちょっと表示された瞬間に読むようにはしているから、申し訳ない。ちょっと反応遅かったらごめんね。最近 YouTube くんくるくるしがち。そうなんかね、今週ずっとそうなんだよね。普通のPC ゲームしててもそうだし、今日のゴッドイーターの配信してても遅かったし、だから全体的に YouTube 遅いんだろうなーってちょっと思ってた。そう、発売前にあんまり情報を出しすぎない方がいい。そういいよね。なんかキャラクターとかも一部でいいしみたいな。ファンタジーライフの場合はさ、声優さんももうオンラインで結構出てるからさ、
まあ、別のゲームの話であれだけど、今ルーファクのさ竜の国とかまださ声優さん発表とか全然してないじゃん。これからなんかまた声優さんでドカンと盛り上がったりとかするんだろうけどさ、オンラインで声優さん分かっちゃってるからさ、ファンタジーライフはそれはないじゃん。なんか別のところでねこうちまちま小出しにされてる今くらいの環境でね全然これでも十分楽しいムームムモンスターでもいいな。モンスターにする？モンスターと素材系ね、拾えるものとかああいうの系からにするか。じゃあ来週は PV とかから判明してる素材やモンスターまとめにしましょうかね。春節で YouTube ユーザーがいつもより多いのかな。あ、そういうこと？みんな見てんのかな YouTube。配信もしてるのかな最近だとゼルダのブレアイやティアキもほとんど情報が、そうだね、あれはもうさユーザーに任せるタイプのプレイスタイルだったじゃないですか、ゲーム性的に。だから余計に出さなかったんだろうなと思う。なんかファンタジーライフに関してはさ、こうなんか延期が続いてたから本当に出るんかみたいなざわつきもあったじゃないですかだから今くらいの感じで出してくれるんだったらもう十分かなって感じ。あんまりやりすぎるとさゲームのね発売してからやるワクワク感がなくなっちゃうからさわがままやんな。わがままだけど、いやでもこんくらいでいいと思うよ全然なんか公式が動いてることが嬉しいというかね、救いというか。でもやっぱりさすごい、私なんかファンタジーライフ通信が始まってちょっとしたくらいからかな、始まった瞬間から見てなかったんですけど、ファンタジーライフ通信たまげものカタログをやり始めてからファンタジーライフの SNS アカウントのフォロワーさんめっちゃ増えてるんですよ。めっちゃ見てためちゃめちゃ見たんだけど、私がねこれフォロワーさん増えたりするのかなって思ってチェックしだしたタイミングがいくつくらいだったかな日本語のね、日本の公式ね、なんかね72,009くらいだったんだよね確か。これがさ今見たら72,801に増えてんの。そのファンタジーライフ通信とたまげものカタログをやり始めてからね、やっぱさみんな情報が出るということはそれだけみんなが注目するということであってねそうっていうのはすごいなんか何様目線やねんって思われるかもしんないけど、やっぱ情報出すのって大事なんだなってか、作品のことを知ってもらう機会をちょっと作るのって大事なんだなってちょっと感じたところ最初の頃から見てればよかったんだけどな。ファンタジーライフ通信始まった頃からちょっとね中盤くらいから見ちゃったけど、それでも結構ね増えてた。すごいことよ。いやみんな発売日に買おうね、一緒にやりましょうねって感じ。注目されて、そうだね、やっぱ知らないとできないし、知らないものは手に取れないからね。これくらいの頻度でなんか小出しにしてくれる分にはね、みんな気になる人が増えるからいいんじゃないかなと思っている、個人的には最近だと FLI は4月に発売されるって噂がありますね。そうね、毎週土曜日に話すとして4月まであと7項目くらい話せる。そうだね7項目あるからな。今ね何個だったかな、全部で43、ちょうど7項目あったんだけど、でもなんか重複してないこの項目みたいなのも若干あるから、なんかツイッターに X に書いてあるやつ以外でなんか気になる項目があったらコメントとかで教えてもらえれば、それをね議題にするのもいいかなと思っている。その時系列とか
そのマップの場所が1000年前なのか後なのかみたいな考察と、さっき言った素材とかモンスターのまとめか、マップに出てるアイコン系の整理とか、ヘンテコパッドの中を見ながら装備の可能性を探ろうみたいなのと、あとマウントについてはね、正直なんか15分くらいで話し終わっちゃう気がするかな。だからどっかのもうちょっと短くなりそうなやつとワンセットでするとかね。戦闘について分かっていることをまとめてみよう。これと一緒とかでもいいかな。それでまあ30分くらい話して終わりとか、ちょっと短めの回とかもありそうだけど、宣伝って大事。そう、宣伝って大事だと思う。そうだすごいなんか何様やねんって本当に言われたらごめんなさいなんだけど、いやでも大事だなとひしひしと感じた。宣伝といえば、またインフルエンサーさんに案件とかもやってほしいですね。そうだね。なんか私たち CCC じゃなくて、普通にねインフルエンサーとして活躍してる人とかとね、こうプレイしてもらってね、そういうのでもちょっと広がるといいよね。馬とラクダとパンサーが内定してるくらい。そうなんだよ。そうなの。それくらいしかないからさ、話題がねこんな15分くらいで終わっちゃう気がするのよだからなんかとワンセットとかになりそうだね。ちょっと考えるか。来週はじゃあその素材とかモンスターまとめにしよう。また今回みたいに画像とかパーッと集めてきて、こんなんあるよみたいな感じでみんなで喋ろうかね。そう、よくよく考えたら CC さんの前で言うことじゃなかった。全然だよ。私はインフルエンサーと CCC は別のものと考えてるから、もう選ばれた時から別のものだよ。インフルエンサーさんはもうその人のファンがいて、その人のファンがその人が配信してたり、その人が買ってたり、その人が見たよっていうアニメとか映画とかだから、あの人が見たんだったら見てみようかなとか、あの人が配信してるから配信を見よう、配信見てて面白そうだから自分もやってみようみたいなので手に取ってもらうのが主だと思ってるし、 CCC はまあ元はアンバサダーだったけど、アンバサダーってほらその作品とかものが好きな人がそれをみんなに、こんなにいいもんだよ、こんなに楽しいよ、ここ見てよみたいなのをなんか周りの人とかに自分の力で発信していく人のことだと思ってるから、全然別物だと思ってるから全然気にしてないよ私は。そう区分けしてるから。初見プレイもしたいけど配信も見たいな、悩むな同じタイミングでやる配信をしてる私のやつを BGM 代わりに。でも絶対うるさいと思うよが実際に配信しだしたらさ、きっとコメント欄誰もいないんだろうなって思う。みんな今己のファンタジールに行ってるんだろうなみたいなみんなクリアしたら会おうね。時々なんかいても立ってもいられなくなったら、ハチコのやつ私が叫んでいたところと同じところを今やってやがるみたいな感じで、そこいいよねみたいなのとかコメントしに来てもらって全然いいからそれだけ言ったら言い残して自分のファンタジールに帰ってもらって全然構わないから絶対そうなると思うよきっと。いやー、じゃあもじさんもね落ち着いたら一緒にマルチやりましょうね。インフルエンサーと CCC だとまたターゲットが別だよ。そこ混同してないから最初から私はだから全然気にしてもなんともないから大丈夫だよ。まあこんな感じですかね。最後全然ちょっと関係ない雑談になっちゃったけどなんか20名様いてくれてありがとうございます。ちょっとなんか全然コメントしていただいて構わないんですからね。そんな怖い人間ではないので、全力で進んでハチコさんプレイにニワニワ、そう絶対ね、私鈍足だからさいろんなサブクエとか寄り道しまくっちゃう人だから、絶対にねクリアするの遅いんだよだからなんかニバニバしながら先にクリアして待っててください。ちょっと
4月やれる時間たくさんあればいいんですけどね。そうなんだよね。いやでもゴールデンウィークがあるからちょっと連休とか祝日とか関係ない人には申し訳ないんですけど、そこでなんとか頑張ろう。4月の上旬に発売とかだったとしたらちょっとそれは頑張って時間作ってやるしかないけど、後半発売とかだったらゴールデンウィークに頑張ればワンチャンみたいな爆速で進められるぞみたいなのがあるから、そうそういやーね、たくさんやろう。それかもう4月のもうできる限り早い段階でクリアして、本でゴールデンウィークにみんなでめっちゃがっつりマルチやるとかね。そんな感じでやろうよ。じゃあもじさん、あ、小菅さんこんばんは。はちこさんの声聞いてるだけで癒し、ありがとうございますありがとうございます。小菅さんのんびり、そう小菅さんもちょっと遊びましょうよ。いないれがまだ出ないからバーン。でもさ、急いでやらないとさ、6月に来ちゃいますからね。稲妻イレブンこそなんか己の戦いになりそう。みんなとワイワイじゃないじゃないですかどっちかというとね、己のイレブンを育て上げる育成バトルになっちゃうから、それの前にね、ちょっとファンタジーライフでちょっとのんびり遊びましょうね。小杉さんもありがとうございます。ストーリーさえ初見なら楽しめるタイプだから、ストーリー駆け抜けて見に来る。本当にすぐ来てRTS でじゃあまた落ち着いたらマルチよろしくお願いします。そう、青海さんもやろうね。はちこさんお声がいいので、みんな褒めても何も出ないからね、声でも咳込んでて本当に申し訳ないな。薬ね飲んでるんだけどね、やっぱ夜になると出ちゃいますね。早めに治します来週には良くなってると信じて申し訳ない。初見の人もいると思うのに、めっちゃ咳込むやんこいつと思われてたら申し訳ない。来週には治すので、また遊びに来てください。ぜひぜひ。ちょっとね、なんか私もファンタジーライフのさ、私有の映像とかを全部ね、世の中に出てるものを全部チェックできてるわけではないので、ほら今日も玉毛物のね、なんか聞いたことないやつあるやんみたいになって、さっきイプシロンさんが教えてくれたけど、このどんぐりコロンボトルとほんわかフラワーね、これ知らないからさ、ちょっと後で探してくるねとかがあるから、多分来週やろうとしてるその素材とかモンスターについても抜ける可能性があるから、一応こうやってなんかリストアップとかして作ってこようと思うんですけど、なかった時は教えてほしいほんで X とかでDM とかで画像送ってくれれば確認するし、ちょっとね人の画像とかだと使用できないから私が確認するだけになっちゃうんだけども、ちょっとね自分の私有の映像と公式 PV 残ってるものだったら、ちょっとさっきのこんな感じでね、こんな素材があってその名前はここ何々ですみたいなリストはね作れたら作ってくるのでちょっと足りない部分はコメントで教えてもらえたら幸いでございます。ぜひぜひ来週今いる22名の方が助けてくれると信じて私は頑張ろうと思います1週間あるからね、これちょっと1日半日くらいしか時間がなかったから、すごい今日雑な画面になっちゃって申し訳なかったんですけど来週はもうちょっと綺麗に作っておくので、ちょっと楽しみにしていてください。はい過激ないないれとスローライフな FL でそうだね、疲れたらファンタジーライフに来てまったり釣りとか楽しんで、よしって気分転換で必殺技ゴリゴリ出すサッカーバトルしよう絶対情緒不安定になるコンテンツがさらに増えるファンタジーライフを2ヶ月にクリア？無理絶対に無理、絶対に並行するよ配信する暇なくなってオフラインでやっちゃう、どっちもこんなんやったらダメだ、やっぱ楽しいね、話してると楽しいな。キリがないからそろそろ終わろう。週末のねこんないい時間まで見ててくれてありがとうございました。ちょっと来週に向けて準備進めておきますので、何かあったらコメントなりX の DM なりなんかしかで連絡くださいませ。はい、ではこんな感じで終わろうと思います。今日もありがとうございました。またね、玉毛物カタログとファンタジーライフ通信見たらワイワイ騒ぎましょう。ではおやすみなさい。また
来週かな、来週か明日明日できたらなんかルームアイランドをやるかもしれないです。その時はよろしくお願いします。はーい、ではではお疲れ様でした。またねー。